ほんまありがとう。ありがとうございます。気をつけてね。ありがとう。夜道に。夜道にね。はい。いただいてください。すいません。はい。俺はもういただきました。お疲れ様です。あれこれって誰の？すいません、またいただきます。いただきます。チャーハン。じゅんちゃん食べたけど食べれる？食べれる。抑えてた。もうさ、11月も終わりじゃん。今日22日。音消していい？あ、そうだね。もうやばい。本当にやばい。11月本当にやばかった。今年の11月は最低最低。最低&最高。もう最高はもう一つだけだよね。カズとの写真集が発表されたことが最高なニュースだけど、もう11月はもう早く終わってほしい。絶不調。まずさ、ちょっと見てわかるかな。わかんないか。あ、でもこの距離だとわかんないと思う。わかんないもう本当に物もらいができてたでしょ。あと一番は今日でしょ、物もらい。今日できた。でもなんかちょっと良くなったと思うよ。来た時よりね。水薬を定期的に刺してるからいいんだけど、あと今日話したい議題としては、医者を殴ったことありますかっていう話なんだけど。ないです以上。俺今日殴っちゃったの。先週医者を殴ってしまって。殴るってどの程度ぐらい。本当に？じゃあなんか俺今肘壊してるんですよ。肘壊してて、でなんかその家の近くの整骨院に行ったんですね。レントゲン取ってもらって骨に異常ありませんねみたいな。でもちょっと症状いろいろ痛いんでこれ貸してくださいみたいな。こうやってやられるの。これ痛いよねみたいな。これは痛いよね。これも痛いんだよね。みたいな。で痛いって言ってるじゃんみたいな。こっちは痛いですってもうこの動きやられる時点で痛いですって分かってるから痛いですって言ってんだけど、これをこうしたら痛いんだよねって言ってすごいギュッてやられたの。だから俺は痛いみたいな。ここをね。そう。顔じゃないよ。顔かと思った。それはやっちゃうかもね、反射的にね。そうだから医者は殴っちゃったんですけど俺はもう大丈夫ですかっていう話と。そうね、肘どうしたのそもそも。肘はね、ちょっと見てる方で有識者の方いたら教えてほしいんですけど、俺が痛めた理由としては多分ラットプルなの。懸垂？それで？そうけどそのなんだっけ、理学療法士はみたいな、本当にみたいな。それでまず違和感を持ったのね。そう違和感を持って、だから今プレス機はできるの。ベンチもできるし、あと肩もできるんだけど、まずそれで痛めたのね。でその次の週にテニスをしたの。多分インスタにも上がってると思うんですけど、私のテニスをしたんだけど、その時痛いなと思ったの。痛いなと思って、痛いなって稲川淳二が出てきたんだけど怖いなって。そう痛いなと思って、でもまあそれでそのまま過ごしたんだけど、だから言っちゃえばこれ持てないの。痛いのこれ、こうやって持つと今も。そしたらまさかのその次の週にバドミントンやったの。このスプーンすら持てなかった。肘痛めてるのにバドミントン行っちゃったんだ。ちょっと痛いなぐらいだったから、怖いなぐらいだったからやったらもうダメ。それでとどめ刺しちゃったんだね。刺しちゃったね。でもさ、あれじゃない、その肘痛いよりも結構メンタル的にやられてたじゃん。だからそのバドミントンとか他の人と会ったりとか気分転換っていう意味で行ったっていうのもあるんじゃない？そうだね、それは大きかったかも。でまた日月行くんですけど、バドミントン左でやればいいんじゃないって言われた。みんなにも。だから初心者なのにバカじゃねえのって言ったけど、みんなにだけどバドミントンの経験者からするとそこまで肘は使わない競技だから、その時点で振り方が間違ってるみたいな、すごい先輩にされて厳しい。そうだからちょっとね、振り方を気をつけるんですけど、だからこれを持てないぐらい痛いのにさ、先生にさそのグリグリやれたらさ、それは殴るよね。殴っちゃうね。しかもさ、言ってんの俺は500ミリのペットボトルも持てないですと、片手でこうやって持てなかったです、言ってんのにパイプ椅子出してきて、パイプ椅子一回片手で持ってみようかみたいな。無理に決まってんじゃんと思ってで左から持てますよって、右手に持ち替える時にもう無理ですって言ってるのに、でも持ってみようかみたいな。みたいな。その先生は何なの？知らない。しかもそれでさリハビリ行くじゃん。リハビリ行ったらさ出てくんの、俺のところに。なんかどんな感じですか腕みたいな。で俺がだいぶ良くなりました。ってやって病室に帰ってくるの。だからウスじゃねえよと思って。でも本当に11月早く終わってほしい。いろいろ終わってほしい。みんなじゅんじゅんに応援のメッセージをコメントしてください。なんででも自分もなんでこんなにメンタルやってるか分かんないのに、ぶっちゃけ分かんないんだ。分かんない。なんでこんなにみたいな。はあ今日は飲むぞちなみに今日は飲むんだよね。
大酒飲みなんだよね。お酒飲みなの？大酒飲みなのわかんないけど。やっちゃう？ダメ、これやったらさ、もう多分もう肘壊しちゃうと思う。そうでしょ？うん。なんで？暴れて。暴れて？暴れて。暴れたい。大丈夫。純ちゃんが暴れたら俺止められるぐらいの力はまだ残ってると思う。ない。なんかさ、前回の動画とかもさ、元気に撮ってたつもりじゃん、第一でさ。だけどなんか2人ともなんか満身創痍そうみたいな。だから体調気をつけてねみたいな。見えてるんですね。そう、しかもさ、そのさ、この撮影をする3日4日前にもカズとはお店のグループ LINE で最近寒くなってきたんで皆さん体調気をつけてくださいっていう LINE も送ってくれたの。なのに今日俺朝一でこの辺カズと物もらいできて、しかもちょっと熱もある。そりゃふざけんなってなるよね。ふざけんなちょっとね楽しみだったの。純ちゃんが最近当日欠勤ばっかでいや違いますそれは、まあ、今日もかみたいな。それは違います。昨日に関しては俺もともと休み希望入れてたから、それは忘れてた。シフト出してもらって俺が作ってるんですけど、で1回出したやつをなんか遅れてごめんこの日ダメだったみたいのが2回ぐらいあったじゃないですか。で俺それちょっと、グループ LINE とかに流して、共有してていたんだけど、ちょっと昨日とかも忘れてて、純ちゃん今日これそう大丈夫そうみたいな、もう出勤過ぎてるけどみたいな。でも俺は何の電話かもう言ってあるから何の電話かわかんないから「もし?」みたいな「大丈夫そう?」みたいな「カズとインスタライブやってたんね」みたいな「大丈夫そう?」みたいな。でもそれもなんか電車乗ってた。バス乗ってた。バス、めっちゃ電波悪くてもう何言ってるか分かんないからイライラしてね、何してんのみたいなこれぞみたいなと思って休み希望入れましたよね、じゃあ OK はいはいそうで切られての今日だったから、でじゃあもう明日かと思ってやっと今日一緒に働けると思ったのに、物もらい、微熱、メンタル落ち込み、肘ぶっ壊しどうなってんの本当に呪われてるね。本当にいや今月本当呪われてる。まあでも自分のせいなんだけど全部ね、肘もさ、だってちゃんともう全部が俺のせい。それこそさ、コンタクトもさ外す時さちゃんと清潔な手でやればいいわけじゃん。でももうベッドで寝てて風呂入るかすぐ取ってパッてやってやったりするから、もう全部自分のせいなの結局は。因果応報、そう因果応報なんです全て。そんなことないよ。だからもう本当に早く11月終わって12月乗り切って、来年の年明けは素敵な1年にしたいなと思って、じゃあ今日爆飲みして縁がちょしよう。そうだね。悪い気を全部飛ばそう。はい。飛ばせるかは分かんないけどこの気で、飛ばせたかどうかは次の動画でお確かめください。そうだね、でもとりあえずポケポケで買ったら今日いいこと聞けるよ。どういうこと？ポケポケで俺が買ったらいいこと聞くんだよ全部。なんでもそういう決まりを今作った。いつやるの？今もうやんないだって。これもう尺長すぎるもん。そうだよね。そう絶対勝てるけどね。いや50勝したイベントしたの？した。でどんだけ暇なの？違うどんだけ暇じゃない。暇人しかやんないよみたいな人。そう50勝してるから。じゃあちょっと勝てるかどうかでしょ。大丈夫ですか？このチャンネルポケポケ需要あります。ほぼほぼカットじゃない。いや本当に今日短い動画なんですけど、純ちゃんが本当に昇進中なんで、本当に嘘抜きで多分5年に一度ぐらいの昇進中なんで、皆さん温かいメッセージをパッとお待ちしてます。これだけ言っていい？さっき裏でさ、カズとも考え作ってさ、俺が近づいてさ、でやったんだよ。人生初めて2回目です。びっくりした。だからふざけてんのかと思って